煮汁がこの焼き物に絡むぐらいまで、もったいないんですけれど、熟成をさせると削ることになってしまうと。ブリの照り焼きを作っていこうかと思います。で、ブリのね、照り焼きにしてもブリ大根にしても加熱調理する際はね、なんといってもね、このブリの脂の乗りが重要ですので、仕入れる際はこういったね、白っぽくしっかり脂が乗ってるものを仕入れてください。養殖のブリならね、背中の方でも結構真っ白くなってて脂が乗っていると思うんですけれど、天然のブリの場合はね、僕なんかはこのカマから2丈ぐらいのね、こういったお腹のしっかりと脂の乗った位置を仕入れるようにしていますかね。まずはね、こちらね、鱗の処理をしていきます。切り身になっている場合は、鱗をね、お店によっては金だわしか何かで取った状態で切り身にして並べている場合もあるんですけれど、基本的にはね、金だわしで取るよりもすき引きで取った方がね、しっかりと鱗を取ることができるので、鱗を取る際はすき引きで取ることをお勧めしています。そうでね、こういった切り身の状態になっていると、どうしてもね、お腹の部分は内臓の部分がね、抜けてスカスカになっていてすき引きしづらいので、さらしか何かでね、こう下にかませてちょっと身を張らせてからすき引きをするようにしてくださいと。そう、すき引きをするとね、こういった形で、白い皮がね、表面に出てくるので、加熱調理の際は皮ごと食べる場合が多いと思いますので、きれいに処理をしてから召し上がるようにしてくださいと。こんな感じでね、カマのギリギリまで鱗は取れますので、丁寧に作業をしてから調理するようにしてくださいと。これね、こういう切り身の状態で売っている場合は、すき引きすることってね、もう不可能ですんで、その場合はね、表面をね、バーナーか何かで軽く炙って、熱を加えると、この残った鱗が浮いてくるので、鱗を浮かせてから調理すると良いのかなと思いますかね。そうで、このヒレの際なんかもね、結構入り組んでて鱗を取りづらいんですけれど、ブリカマはね、脂が乗っていてとても美味しい部位ですんで、ぜひともね、手間を惜しまずに丁寧に鱗を取って調理してほしいですかね。そうで、これね、ブリの魚体がこう描いているので、右とね、左向きを変えたりしてすき引きしやすいようにブリを動かしながらすき引きしてくださいと。お腹の際なんかはどうしても作業しづらいので、軽くね、手で持ち上げながらすき引きすると良いのかなと。ここのね、ブリのヒレの際、ここはね、どうしてもね、このヒレをしまう部分が身がね、へこんでしまっていて、鱗をすき引くことができないので、ここはね、多少鱗が残るのはしょうがないのかなと思って、なるべくね、取れる限りは鱗取るんですけれど、完全にはね、取り切る技術は僕にはないかなと。続いて、ではね、血合いの処理をしていきます。血合いはね、こういった骨抜きかなんかで、丁寧に取っていくしかないのかなと。本当はね、鱗を掃除して、内臓とこの血合いをきれいに掃除してから3枚におろしてくれたら、その後の作業はね、やりやすいんですけれど、魚屋さんも忙しいでしょうし、わざわざね、この腹の一部分だけおろしてくれているので、その辺はね、妥協しないといけない部分なのかなと。血合いをね、ある程度取り切りましたら、あとはこういったね、残った腹膜なんかを包丁で取り除いておきますと。カマの際はこういうブルブルっとしたね、こういった膜が結構残るので、この膜を切り取っていくと。こういった血管が残っているかと思うので、血管もね、軽く掃除をしておくといいのかなと思いますんで、こんな感じでね、血管に残った血をある程度抜いておくといいですかね。なんでこんな細々とした処理をするのかと言いますと、
ブリっていうのはね、刺身で食べるにしても加熱調理をするにしても、ある程度ね身を寝かせて油を身全体に回したりね、この身を熟成させてから食べた方が美味しいと僕は思っていますんで、しっかりと血の処理をして身をある程度寝かせてから、ブリ照りやブリ大根を作るようにしております。血合いや腹膜などを掃除しましたら、ここからブリを寝かせていきます。これなんかはね、この血合いの色を見ればわかるように、もう仲卸さんに届いてからある程度寝かせた状態で出荷してくれているとは思うんですけれど、ここからさらに寝かせることでブリの甘みなんかがね出てきますので、ペーパーにくるんでビニール袋か何かに入れて氷の中で1週間程度寝かせてからブリの照り焼きを作ろうかと思いますと。ブリを寝かせて1週間ほど経ちましたと。そうすると、こういった形でね、なんとも美味しくなさそうな色になるかと思うんですが、ブリっていうのはね、美味しくなさそうな色になってからが美味しい魚なので、この腹膜を外してこの色の変わった部分を磨いて焼いて食べるだけと。最初に腹膜を外すんですが、これね、あばら骨が入ってるじゃないですか。通常の魚はあばら骨と腹膜をね一緒にこう引っかいてしまうんですが、ブリの場合はね、このあばら骨が結構身の奥にね食い込んでて、あばら骨と腹膜を一緒にかこうとすると腹の肉を結構削ってしまうんですよね。ブリの場合はあばら骨はこんな感じでね、一本一本あばら骨を浮かせて一度に取ろうとせずに順々に取っていくと身を削ることが少ないんじゃないかなと。こんな感じで一本一本ね、ちょっと時間はかかりますが丁寧に外していってくださいませと。あばら骨ね、外す際はこんな感じで骨の両サイドに V 字にね切り込みを入れるようなイメージで浅く包丁を通せば比較的簡単に外せますんで、こんな感じで骨を外していってくださいと。骨の位置はこううっすらと透けていると思うんですけれど、指で触ったりすればね簡単に見つけることできますんで、そんなにね難しい作業ではないのかなと。これがねあばらを抜いたブリなんですけれど、あばらがねこれだけ深く食い込んでいるので、これを一度に包丁でそごうとするとこの腹膜のね下の部分の肉をだいぶ削ってしまうので、こういった取り方をしていますよ。あばらを取り除きましたら、続いてこのね色の変わった部分のブリの身を磨いていきます。基本的に空気に触れている部分はだいぶね酸化が進んで匂いが出ていると思いますんで、この部分の肉を薄く削っていくっていうイメージですね。最初にブリを割ったここの断面ももったいないんですけれど、熟成をさせると削ることになってしまうと、こういった綺麗なブリが出てきますので、この部分は非常に美味しくなっているはずですんで、この血合いの断面もね削っていくんですけれど、血合いの周りは比較的ね匂いが出やすい部分でもありますんで、血合いは多少ね深めに削り取った方が美味しく食べることできるかなと。ちょっと厚めに血合いだけ削り取るようなイメージで包丁を進めてくださいと。全体の身をねこういった形で磨きましたら、最後に腹膜を薄くそぎ取っていきます。腹膜はね一度にそぎ取ろうとせずに何回かに分けてねそぎ取っても良いと思いますんで、焦らずねゆっくり作業をしていけば良いんじゃないでしょうかと。鎌の周りの腹膜だとかは結構ね鎌自体の構造が入り組んでいて凹凸が激しくて作業しづらいので、鎌を外してから膜を外しますと。で鎌の外し方はこれね腹びれと胸びれがあるので、
腹びれと胸びれに沿って、こういった形でね、切り込みを入れて、切り落とせば、カマ自体は簡単に外れますんで、さほどね、難しい作業ではないと思いますよ。こっちの身はね、あとは焼いて食べるだけですんで、適当な大きさに切って、焼くだけですね。カマのね、この身も入り組んではいるんですが、丁寧に作業していって、きれいに磨いて、美味しい身を食べてください。大方掃除ができましたら、ここからブリの照り焼きを作っていきますと。カマの一番入り組んだ部分なんかは掃除しづらいと思うので、こんな感じで適当な大きさにカットして、それからこの色の変わった部分を掃除してくださいと。こんな感じで割っちゃってもいいのかなって気がしますんで、食べよい大きさに割って、それから調理してくださいと。そうで、これね、こっちの身の方に関して説明すると、こっちのね、腹っぺりの方は脂が強くて、こっちのね、血合い寄りの方っていうのは、ブリの身の味がしっかりとする部分なので、大きいは大きいんですけれど、もしね、盛り付ける際なんかは、こっちのブリの身の部分と腹っぺりの脂の強い部分とをね、一切れずつ盛り付けるとバランスよく食べられるんじゃないかなと思いますんで、好みで調整してくださいと。はい、続いて、照り焼きの地を作っていきますと。照り焼きの地はね、酒少々に、こちらみりんですね。みりんを適量、酒の2倍ぐらいですかね。そこに、お醤油を加えて、あとは、砂糖をね、ほんと1つかみ程度、ちょっと甘さを加えるぐらいに加えたものが、照り焼きの地となります。この地に先ほどのブリの切り身をまずは漬け込むんですが、このね、ブリの腹っていうのはね、ご覧のように脂が強いので、味がね、なかなか染みませんので、こんな感じで皮目とね、身の裏側に切り込みを入れてから地につけます。このまま上からペーパーで蓋なんかをして、このまま1時間から1時間半程度ブリを漬け込みますと。1時間半ほど経ちまして、ブリの身がね、この地に浸かりましたら、一度地からブリを取り出しますと。あとは焼くだけなんですが、照り焼きはね、フライパンで焼く焼き方もあるとは思うんですが、僕のおすすめはね、こんな感じで串かなんかを打ちまして、理想は炭火ではあるんですが、炭火がね、難しいようならオーブンか何かで焼くのが良いのかなと思いますんで、まずはね、こういった感じで、ブリに串を打ちます。で、串を打ちましたら、こっちはね、もうそのまま火にかけるんですが、こちらのね、地の方は火で煮詰めながら、どんどん地を濃くしながら、つどつどでこっちのね、ブリにタレをかけて焼いていくっていうイメージですかね。ですんで、こちらはね、準備ができたら焼いておきます。ブリを焼いている間に、こちらの煮汁を火にかけて、ぐつぐつ煮詰めていくと。魚を漬け込んでいたので、当然ながらね、最初のうちはこういった形でアクが浮いてくるので、アクは薄くすくい取ってくださいと。3分ほどね、煮詰めまして、この地が煮詰まった段階で、この地に一度ブリを通しますと。そうだからこんな感じでね、ブリをね、途中で一度ね、火から上げまして、で、この地にくぐらせると。そうで、もしね、オーブンで焼く場合なんかは、このね、オーブンの温度は170から180の間が良いんじゃないかと思いますんで、そこまでね、高温ではない火加減で焼いてくださいと。地をかけましたら、再びブリを焼いていくと。一度ね、地をかけただけでは
まだまだ照りが薄いので、再び地を火にかけてどんどん地を煮詰めながらブリに絡めて焼いていくっていうイメージですかね。はい、これがタレをかけるのが2回目ですかね。そうだ、照り焼きっていうのはね、僕の印象ではね、この表面に張った地の膜を焦がしながら何回かに分けて焼いていくっていう料理だと思うので、僕の場合はこの作業を3から4回繰り返してゆっくり照り焼きを焼いていきますかね。もう最終的にね、グツグツ煮汁がこの焼き物に絡むぐらいまで濃くなってきましたら、最後にブリにタレを絡ませて、あとは焼き上げて完成と。そうだから最終的にね、これぐらいまでしっかりとブリに照りが出れば最後に一度焼いて完成ですかね。そうだからシーズンの間はね、この照り焼きのタレを継ぎ足しで使い回していく。しっかりと香ばしい色がつきましたら、あとは盛り付けて完成ですと。串をね抜く際はこんな感じで串をくるくる回しながら引き抜けば、比較的ね身を崩さずに串を抜くことできますんで、あとは器に盛り付ければブリの照り焼きの完成です。で添え物なんかはね何もなくてもいいんですが、僕なんかはね照り焼きの上に柚子を振ると美味しく感じますんで、柚子の皮を刻んで照り焼きの上に乗せて食べていますかね。フライパンで焼くね照り焼きもあるんですけれど、あれはね照り焼きというよりもどちらかというと煮付けに近いのかなと僕は感じるので、照り焼きを作るならねちょっと手間ではあるんですけれど、しっかりとねこの表面のタレを焦がしながら焼いていくというのがいいんじゃないかなと思いますんで、よかったら皆さんもご家庭で試してみてくださいと。はい、ということで、本日はねブリの熟成とあと照り焼きの焼き方を紹介しましたんで、ぜひお試しください。以上です。